皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカによる中国制裁が発動されたので、今回はそのことについて触れていこうと思います。今回発動された制裁というのは、中国の新疆ウイグル自治区で行われている人権弾圧に対する制裁です。これまで新疆ウイグル自治区では苛烈な人権弾圧が行われているといったことは何度となく報じられてはいますが、中国政府は常にこれは内政問題であり、他国の干渉というものを受け付けないと逆に抗議しています。また、アメリカなどが意味のある調査をさせろと何度か要求はしていますが、これも断り続けています。アメリカはこうした中国の動きに対してウイグル人権法を制定し、今回はそれを発動させるに至ったのです。ウイグルで一体何が行われているのか、今回はそのことについてニュースによる全体の把握とともに、中ではどんなことが行われているのか、漫画で分かりやすく伝えているものがあるので、これを一緒にご紹介しようと思います。それでは関連ニュースと漫画を見ていきましょう。アメリカ政府、中国高官らに制裁措置、ウイグル人権侵害で。アメリカ政府は9日、中国西部の新疆ウイグル自治区でのイスラム教徒に対する人権侵害に関わったとして、中国の高官らを制裁の対象にしたと発表した。中国政府は、新疆ウイグル自治区でイスラム教徒のウイグル族らを多数拘束し、信仰を理由に迫害し、不妊手術を強制しているとして非難されている。今回の制裁は、中国共産党で同自治区トップの陳書記ら4人がアメリカ国内に保有する資産を対象としている。新疆ウイグル自治区では近年、約100万人が再教育のために収容施設に拘束されたとみられている。当局は過激主義や独立運動を抑えるため職業訓練が必要だと説明している。アメリカ政府によると、制裁対象にした中国当局者の中で、陳書記は過去最高の地位にある。陳氏は中国政府の少数派政策の立案者とみられている。他の制裁対象は、新疆公安局の幹部や共産党の幹部らだ。制裁措置により、これら4人とアメリカで経済的な活動に関わった場合は犯罪となる。4人のアメリカ国内の資産は凍結される。また、新疆公安局も制裁対象に含まれている。マイク・ポンペオ国務長官は、新疆ウイグル自治区でのおぞましい組織的な虐待に対する行動だと説明した。中国共産党が新疆ウイグル自治区でウイグル族やカザフ族、他の少数派の人権を侵害しているのをアメリカは黙って見過ごしはしないと、同長官は声明で述べた。ポンペオ氏は、同自治区での虐待に関与したとみられる不特定の共産党員やその家族らに対し、ビザ発給を制限することも明らかにした。米中の緊張は、新型コロナウイルスの世界的流行や、中国政府による香港国家安全維持法の導入をめぐって高まっている。中国共産党による人権弾圧、その中身がどのようなものであるか、より詳しく書いた記事を少しご紹介します。ウイグル女性に避妊器具や不妊手術を強制。中国政府の断種、ジェノサイド。中国政府のウイグル人に対する産児制限は、国連の定めるジェノサイドの定義に該当する。達成目標、その1、子宮内避妊器具 IUD を524人に装着。その2、不妊手術を14,872人に実施。これは新疆ウイグル自治区南部に位置する人口253万人の宝丹地区の中心地宝丹市の2019年版家族計画書からの引用だ。隣の群馬県人口32万も同年に5,970人に IUD を装着し、8,064人に不妊手術を実施するという数値目標を掲げている。中国の少数民族ウイグル人が多く住むこの2地域の当局は、1年間に18歳から49歳の女性の14から 34% に不妊手術を実施する目標を掲げた。人口に対する割合では、1998年から2018年までの20年間に中国全土で実施されたよりも多くの不妊手術が計画されたことになる。中国西北部の新疆ウイグル自治区では2017年以降、ウイグル人、カザフ人などテュルク系の少数民族が最大で180万人強制収容所に入れられた。これはホロコースト、ナチスのユダヤ人大虐殺以降では世界最大規模のマイノリティ排除の暴挙である。亡命ウイグル人らはこの動きを文化的なジェノサイド、集団虐殺と呼ぶ。文化的どころか紛れもないジェノサイドと言っていい。
国連のジェノサイド条約には、集団内の出生を防止することを目的とした措置を課すこと、これは集団虐殺にあたると明記されている。私はアメリカシンクタンク、ジェームズタウン財団とともに先月発表した調査報告書で、中国当局が新疆ウイグル自治区でまさにこれに該当する行為を行っている証拠を示した。強制収容所に入れられていた女性たちが所内で注射を打たれ、その後に月経周期が変わったり、亡くなったりしたことを語り始めたのは2018年以降のことだ。収容される前に IUD の装着や不妊手術を強制されたという証言もあった。公表されたデータを見ると、2018年に新疆ウイグル自治区における人口の自然増加率は急減している。ウイグル文化の中心地であるカシュガル地区とホータン地区の人口の自然増加率は2015年の 1.6% から2018年には 0.26% と実に 86% も減った。一部のウイグル人地域では2018年には死亡数が出生数を上回った。2019年には自治区全体の出生率は 24% 低下し、とりわけ少数民族地域では30から 56% も低下した。新疆ウイグル自治区は中国政府の猛烈な同化政策の対象にもなっている。近隣地域から漢族、特に35歳以下の若い家族を大量に移住させて、少数民族の文化的、人種的な希薄化を図っているのだ。2015年から2018年に新疆ウイグル自治区に移住してきた漢族は200万人にも上る。地域当局は漢族男性とウイグル人女性の結婚も奨励している。こうした事実は中国政府が国連の定めるジェノサイドの定義の一つである集団内の出生を防止する措置を取っている証拠だ。今こそ国際社会は断固たる対応を取らなくてはならない。ここまではニュースによる全体としてどのようなことが起こっているかというものを伝える記事だったわけですが、それでは中の様子はどうだったのかというのを漫画にしたものがあるので、これを紹介していきます。私の身に起きたこと、とあるカザフ人女性の証言。作者は清水智美さんです。私は43歳、カザフ人です。ウイグル自治区で5つの保育園を運営し、安定した生活を送っていました。でも、近い将来、家族全員でカザフスタンに移住したいと計画を立てていました。ところが、2014年、当局は公務員のパスポート回収を始めました。全住民からパスポートが奪われそうになったので、夫と子供たちだけ先に出国し、私にビザが下りたら後から追いかけて出国するつもりでしたが、とうとうそんな日はやってきませんでした。2016年終わり頃から警察が夜間密かに住民を逮捕し始め、街の至るところに監視カメラが設置され、少数民族と言われる人たち全員からDNA サンプルが採取され、携帯番号を登録、SNS でのやり取りがチェックされました。警察は、地域の安定のため、再教育センターをオープンすると発表しました。そして当局が私の家にもやってきました。連行され、頭に黒い袋をかぶされ、尋問されました。夫と子供がどこにいるか言え、なぜカザフスタンへ行った、夫に帰国するよう伝えろ。いいか、このことを誰にも話すな。中国に帰国した人々が直ちに逮捕され収容されていたので、私は家族と一切の接触を断ちました。時が経ち、家族は帰国しませんでしたが、当局も諦めませんでした。夜中、何度も尋問のために連行され、犯してもいない様々な罪で告発されました。私は強くならねばなりませんでした。目が覚めるたびに生きていることを神様に感謝しました。2017年11月、呼び出されて当局の車に乗せられ、1時間ほど走り連れて行かれた場所、そこが再教育施設だとすぐ悟りました。収容者に中国語を教えるためにお前を連れてきたと言われ、契約書にサインを強要されたとき、手が震えました。そこには義務や命令を遂行しなかった場合は死刑に処すと書いてあったからです。制服を受け取ると、コンクリートのベッドの小さな部屋があてがわれました。天井には5つのカメラ、四隅に1つずつ、中央に1つ。普通の収容者はより厳しい状況で、16平方メートル、約 8.8 畳に20人が押し込められ、全員髪は剃られていました。トイレはバケツが置かれ、1回2分、2分以上は罰せられます。そのバケツは1日1回だけ空にされました。何か書くとき以外、
手足は一日中拘束されます。眠る時もずっとです。そして必ず右を下にして寝なければならず、寝返りを打つと罰せられました。私の仕事はウイグル語、カザフ語を話す収容者に中国語を教え、中国共産党のプロパガンダの歌を教えることでした。他の交流者と話すこと、笑うこと、泣くこと、どんな質問に答えることも禁止されていました。午前6時、粗末な朝食の後、中国語の反復学習、暗記、そして中国が大好き、共産党に感謝します。私は中国人です。習近平が大好き。午後からは自らの罪について反省する時間です。罪は宗教的慣習に従うことや、中国語や中国文化を知らないことなどです。告白する罪を考えなかったり、思いつかなかった人も罰を受けます。手を挙げて壁に向かって立ち、罪を考え、2時間かけて反省文を書き上げるのです。それが時には真夜中まで続きました。収容所では理由なく勾留者に投薬、注射が行われていました。看護師は私に、危険だから薬は口にしちゃいけないと注意しました。効能は認知機能の低下、生理が来なくなる、無精子症などで、一方、病気になった勾留者は放置されていました。収容司令官は拷問部屋を持っていました。それは黒い部屋と呼ばれ、口にすることは禁止されていました。そこではあらゆる種類の拷問が行われました。中国語をきちんと学べなかった人、歌を歌わなかった人、どんな理由でも罰を与えました。例えば、この羊飼いをしていた老婦人が、海外の誰かと話していると告発されたため、逮捕されたのですが、彼女は電話を持っておらず、使用方法も知りませんでした。罪の回収用紙に、かけていない電話で告発されたと書き、直ちに黒い部屋に連れて行かれ、戻ってきた時には、体中血まみれで、皮膚はむけ、彼女の爪はなくなっていました。私自身も、ある日、70人もの新しい勾留者が連行されてきた時、その中にカザフ人女性がいて、私がカザフ人であることを知って、あなたカザフ人ね、助けて、ここから私を出してください。その女性に抱きつかれたものの、私は決して彼女を抱きしめ返しませんでしたが、殴打され、食事抜きで黒い部屋に入れられました。警官たちが可愛い女の子を選び、どこかへ連れて行くのは毎晩のことでした。彼女たちは一晩中帰っては来ません。警官には無限の力がありました。ある日、今日は再教育が成功したか、適切にはかどっているかどうか確認すると言い出し、200人の男女の前で、一人の女性にみんなの前で自分の罪を告白しろと命じました。私は、かつてはとても悪い人間でした。中国共産党の教えや中国語を学んだので、私は良い人間に生まれ変わることができました。よーし、服を脱げ。警官たちは次々と彼女に襲いかかりました。そして、その間、私たちがそれを見て、どのように反応しているかを確認していました。顔を背けたり、目を閉じたり、怒りやショックを表した人は連れ去られ、その後、二度と姿を見ることはありませんでした。その後、私は眠ることが困難になりました。2018年3月、突然自宅に戻されました。そして、海外の人間と関係があると反逆罪で告訴され、収監されることになりました。私には、それがどんな意味なのか理解できました。入ったら、私はそこで死ぬのです。どうせ死ぬのなら逃げようと思いました。2年半会っていない子供たちにどうしても会いたかったのです。窓からアパートを抜け出し、タクシーで国境を越え、家族と再会することができました。しかし、カザフスタンのシークレットサービスに逮捕され、国境を違法に越えた罪で9ヶ月投獄。なぜか亡命申請も3回却下されてしまいました。親族がいくつかのメディアに接触したところ、国際的な団体が介入し、スウェーデンに亡命が認められました。収容所での出来事、私の助けを期待していたあの目を決して忘れることはできません。だから私は証言します。私の名はセイラグリ・サウトバイ。お願いします。どうか中国にある強制収容所について知ってください。この話ができるだけ多くの人々に伝わり、東トルキスタンにいる
ウイグル人、カザフ人、その他の民族の助けになることを願っています。新疆ウイグル自治区で行われている弾圧、これを日本で報道するときは人権問題ですと表現されます。しかし中身を知れば知るほどこれが人権問題なのかと疑問に思われるでしょう。表現として的確なのは一体何かといえば、大量虐殺やジェノサイドといった言葉こそが出来事を表現するのに最もふさわしい言葉であることは明らかです。しかし、このように苛烈なことが起こっているにもかかわらず、日本国内における認知度は決して高いものではありません。最初で述べたように、この問題を日本の報道が伝えるときというのは、人権問題ですよという言葉で片付けられてしまいます。なぜならば、現地取材などはほとんど許可されませんし、たとえ許可されたとしても、中国当局の用意した見栄えのいいシナリオが取材できるにとどまるでしょう。中国当局の監視はつくでしょうし、中国当局の監視を逃れるような形で取材を行えば、それこそその報道局や報道機関というものは二度と中国での活動ができないかもしれません。ですから、この問題を知ったとき、私たちが一体何をしなければならないかといえば、それは自分が知った後に他の人にも教えてあげることです。例えば、テレビしか見ない、新聞しか見ないという人にしてみれば、新疆ウイグル自治区で行っているのは人権問題ですねという、その人権問題というたった4文字の言葉で片付けられて、その中身について詳しく知ろうという動機はほとんど起こりようがありません。ですから、知らない人に教えるということが、この問題を知っている人の次の行動だと言えるでしょう。そして、この新疆ウイグル自治区の問題で制裁を発動したのがトランプ政権であるということは非常に意義深いものです。なぜならばトランプ大統領個人としては決して人権意識の高い人物ではありません。そのことは女性に対する発言や、もしくは人種問題についての発言や行動などを見ればそれは明らかです。しかし、そのような人物における政権下で発動されたということは、それだけアメリカの議会において中国に対する風当たりというものが強まっており、トランプ大統領が制裁を発動するには十分な環境がアメリカで整っていることを示しているからです。これは過去の大統領オバマ政権時代に比べればはるかに状況が改善していることの証拠です。オバマ大統領の場合は口ではいくら世界平和を訴えても実際の行動としては何もしていなかったと言えるでしょう。それに比べれば個人的には人権意識が低くとも実際の行動に移っているトランプ大統領の方がより世界を動かしていると言えるのです。それと今回紹介した漫画なのですが、これはあくまでもケースの一つとして紹介したもので、他にも新疆ウイグル自治区でどのようなことが起こっているのかというのを紹介する漫画というものは数本あります。それらの作品にもぜひとも目を通してくださると、この問題に対する理解が深まるのでおすすめです。日本政府もこうしたアメリカ政府の動きというものを見習って、中国に対して批判すべきは批判するということを実践してほしいものです。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。